次、イーノンさんという方です。質問を失礼します。自殺と輪廻についてです。自殺しても来世があるというのは本当でしょうか？もし生きることに完全に絶望して、二度と生まれるのは嫌だと思って死んだら、煩悩自体は残ると思いますが、自殺した心がまた懲りずに物質にしがみつくようなことをするとは思えないのですが、喉元過ぎれば暑さを忘れるのですかという。絶望して死んだら輪廻しないんじゃないかという質問ですね。残念ながらねこれは輪廻っていうのはこの個人の問題じゃないんだからね。この前どこかで示したでしょ。これ宇宙法則ですからね。で個人がある個体に関係ないんです。で個体はどうしたっても全体的な法則はどうにもならんですよ。だからある個体がその個体の存続を嫌がっている。それだけのことを自殺っていう。だからある人が生きることを嫌でっていうのはこの物体のこの個体の存続がもう耐えられない。希望通りにいかない。だからもう怒りに狂っちゃってこれは嫌だとかねと思うだけです。だからこの似た感覚皆様に質問した方にもあると思いますよ。例えばすごく病気になった。ものすごくお腹が痛くなった。ありがたく思わないね。だからその時はまあこれだけは嫌だよと。早く治したいと思うでしょ。そうすると因果法則を踏んで胃薬飲んだりなんとかチェックしてもらったり、あるいはちょっと待てば治るだったらそっち待ってみたりとか、その嫌な胃袋の感覚をなくなるが感覚消えたわけじゃないんですね。だからそれはお腹が痛くなってね、もう足が怪我してね、これ現象だけは大嫌いやっていうのはまあ分かりやすいでしょ。自殺願望の心理学も同じことなんです。その人は全体嫌がってるんです。肉体組織全体のファンクションに嫌がってるんです。我々はもう足が怪我したんだからね、そこら辺のファンクションに嫌がってるだけです。耳がかゆくなったらそのファンクションだけ嫌ですね。耳が嫌になったわけじゃないんです。だから自殺っていうのはそういうふうなことで、すごいシンプルな心理法則なんですね。だって日常の普通の人々をね、いつでもこれだってこれは嫌だやめようとかね、今外で用事があって歩くはめになっちゃったらこの猛暑はもう大嫌い嫌だ早くビルの中に入り込みたいと思っちゃうでしょ。あれって同じ自殺心理なんですよ。だからこの我々が自殺ということはすっごい大きく、大げさに考えるんだからね、そうなりますけど、あるいは我々毎日ある感覚は嫌がるということの、かなりの極限的な、感情なんですね、自殺っていうのは。だから自殺する人はこの心の回転も嫌ですよとかね、心が執着していることは嫌ですよとは思ってないでしょう。全く無知だからね。なんで生きることは嫌になったのかと観察してないでしょう。だから心のセクションは未熟のまんまで。
感情の塊で、無明の塊で。だからまた流れますよ。まあどうしようもないんです。強烈に流れる。そこでこの普通の人々にとっては、そろそろ死ぬかも、もう物病気は治らないかもと思ったところで、プログラミングできるんですね。じゃあ死後あるならばどうしようかとかわからんだから、とにかく柔らかな心でいいよというふうにプログラミングできるんです。自殺する人にそれできないでしょ。極限の怒りで自殺しなきゃいけないんです。事故で例えば人を助けようと川に飛び込んだところで自分が死んでしまったっていうことは、それは違うんですからね。その人も人を助けたいことを必死で、ちょっと自分が死んでしまったっていう、その人がやっぱり最後もなんかすごい優しい心でいたんだから、死後のことはそんなに心配しなくていいんですね。だからそれは推薦できない。自分の命捨てでも人を助けなさいと言っちゃうと自殺なんです。そうすると事故で死んだケースとは違うんですね。溺れる人を助けようと思って川に飛び込んだ人が何か事故で自分が死んでしまったことは、やっぱり人を助けたい気持ちはものすごい強烈ですから、その人の死後はすごく明るくなります。それは哲学化して、宗教化して、身を捨ててでも他を助けるべきかと言っちゃうと、確実に直行、軸落ちる道になるんです。だから、決してこの宗教化してはいけないんですよ、原理学は。危ないんです。ちょっとさすがになりましたけど、だからこの質問はそう考えたことは私は視線の流れで考えたことだと思いますけどね。そちらには何もおかしいことはないんだけど、だからこの生きるっていうことがこの個体の存続ではないんですね。だから心と物質のもう終わりない関わりなんですね。だから心が弱くなっていて、どうしても物質に依存するんです。だから物質だってもこの素粒子やともなきゃ理解できなくなります。地水化風。だから心は生まれるために自分自身で地水化風作るんですね。このサンプルでその地水化風足らないんだから、世間の世にある地水化風とつながっちゃうんですね。それで体っていう個体がじわじわと現れてくるんです。我々知ってるで、この体はね、瞬間に現れた体じゃないでしょ。じわ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 と大きくなった体なんですね。しかし我々はチキン食べても豚肉食べても体の肉は人間の自分の遺伝子が作ったものでしょ。だからサンプルはこちらで持っているんです。いつでも心は自分の自身それに作っているんです。それに作っていて型を持っているんです。だから外の自水化風はその型に合わせるだけです。だから黒人がヨーグルト食べても白人がヨーグルト食べても皮膚の色は変わりませんよ。
で型はあるんだからそちらに。そういうことも理解して、だから心がこの物体依存に失敗して、ものすごい激しい感情になっちゃって、それで自殺っていうのは、まあ心の自殺じゃないんだからね、個体を壊すことだけでしょ。だから心が今までやってきたアホなことをまた続けてしまいます。だから例えばこの個体が気に入らないならば、心を育てて心のが鎮静化風作るサンプル変えなくちゃいけないんです。それとそのサンプルにあって別の鎮静化風のつなぎが起こるんですね。自殺ということはそういうことはしてないんです。今これ一般論で各人に聞かなきゃね、あんたどんな気持ちで自殺を考えているのかどうかね、いかなきゃデータ取れないし、だからまあ一番簡単なのは死んでから聞くこと、これはもうありえないしね。だから我々は勝手に推測するしかないんですけどね。例えば体の調子が悪いし、仲間の反応が悪い。これで嫌になるんですね。個体に対して。壊しただけで意味がないんです。で、反抗をしてみても、押した反抗の形が壊れてるんだったら、完了するても意味がないんです。反抗に問題あるんです。だから反抗を新しく入れ替えないと。だからそこら辺自殺する人と考えていますかね。そこまで考えてるのは誰も自殺しませんよ。だから嫌な環境だったら自分が自分の心で落ち着いてようと、そんなことは無視する訓練しましょうと。人に馬鹿にされることは真面目に受け取っちゃうと。もう苦しくてしょうがない。だからそれには無関心になる心はどうでしょうかとか、そういう工夫をすると心が育てているんですね。そうすると心の鎮静化風のフォーマットがサンプルが微妙に変わっていくんです。それで体が変わっていくんです。で、一回の生命では派手な変わりはできませんよ。それでも運転できる状態に変えることはできます。今はね、色が茶色い黒い人々にもね、皮膚の色が白く見えるようにする技術はあるんだけど、それってやりすぎでもあるしね。だからそんな感じで、だから例えば黒人が注射打って打ちまくっちゃって、メラリン層を全部壊しちゃって、ライトスキン、明るい色になったと。いいんだけどね、別に。でも、あんな染色体ではなくてメラリン層ですね。壊すとかなり危険なところもありますからね。だから、ある程度で、というところを理解しなくちゃいけないんです。白人がね、色をついてほしいと言っても、はちゃめちゃ
なんて言いますか、太陽に当たっちゃうと、がんになって死にますよ。だからある程度で茶色っぽくなることはできますから、そこで我慢しなくちゃいけない。そういうことで我々には気に入らない個体があっても、心を訓練することによって、ある程度で運転できるという体になることはできますね。だから体ってそんなどうったことないんですから、人は心を育てるべきでしょ。だから自力者と自殺っていうのは噛み合わない教えでしょ。仏教はいつでも悟りはやりたくなければ、生命なら自力者やりなさい言ってるでしょうね。そこでいろんな成り立たないでしょうね。だから頭いかれているこの宗派的な考えで頭邪気に陥っているいくつかのお坊さんたち以外はね、自力者には理性ある人には反対できません。ですからこの最低どんな人間でもね、自力者の気持ちを育てるべきなんですね。それでこのあらゆる問題消えてるはずなんです。で言ってもやらないんだったらね、じゃあ私は自殺しなくちゃかんですかね。だから言うのは仏教の仕事で言います。やらないのはいくら言っても、即世間の仕事でいくら言ってもやらない。そんなもう関係ですね、仏教と即世間は。一応繰り返し言いましょう。輪廻転生っていうのはこの個人個体の問題ではないんです。これはもう宇宙的な法則の問題です。心というエネルギーの流れがあって、物質っていう地水化風のエネルギーの流れがあって、これはどうもお互いはもう絡み合ってはいるんです。どちらも偉くはないんです。物質に心を支配することもできないし、心に物質を支配することもできないんですね。だからそういうところで宗教的な議論もいろいろありますけどね。で、物質をちょこちょこと支配してみようとか瞑想して。こんな場所が支配することはできますよ。だからといって、仏教でこれ人数というやつは、ほんのちょっとのリミット決めて、ちょっと物質を支配してみる。でもすぐそこは諦めないと。おっかないんです。できるわけ、完全にできるわけじゃないんです。ほんの試し。だからこういう流れが自殺する人は知ってるわけでもないし、管理できるわけでもないし、そういうですから当たり前ですね。こちらの面白い喉が通ったら発想を感じないでしょうって言ったっていうね、こういう例えではあまりうまくいかないんです。どちらかというと生きている人々はそんなに命に執着ないと思いますよ。自殺するところまでいったら命に執着ありすぎっていうことあります。だから全てはどうかわからないしね、末期がんで周りにもはた迷惑で、だから先が分かってね、いいんじゃないか、この苦しみはね、
1週間前にストップさせても、1ヶ月間のばってどちらでしょうかとかね。と考えるケースもあり得るんですけどね。はい、まあ答えはそれ終わりです。マリネテンションあります。はい、ありがとうございます。